バタコさんって普段何してんですか？普段ですか、普段は、制作ですね、制作するんですけど、夕方散歩して、銭湯行って。そうなんですね、銭湯いいですね。銭湯めっちゃ行きますよ。サウナもお好きですか？サウナも好きですけど、結構お気に入り銭湯がいくつかあります。あります。いいですね。そうです。今回一応志保さんに来ていただきまして、で自分はビートボクサーっていう、ビートボクスやってる、プレイヤーなんですけど、大体こうビートボクサーが、メディアにこう出る時とか、インタビューとかを受ける時、大体こうビートボックスの中の視点で語られがちで、なんかそうじゃなくてちょっと外から俯瞰したようなそういう話をこう世の中に出せたらなと思って、でもともとそのビートボックスってこうヒップホップのカルチャーから生まれたものだから、やっぱりそのヒップホップを熟知されてる志保さんにちょっと来ていただいて、ちょっとその志保さんのヒップホップのもっと言うと音楽のその視点でこうビートボックスをちょっと見るとか、音楽の話ができたらなと思ってちょっとこう声かけさせていただきました。光栄です。世界を股にかけるバタコさんとこうやってお話できるとは思ってなかったんで、嬉しいです。私も今日初めてお会いして、こうやってお話聞くのも初めてなので、どんな方なんだろうと思って、どんなジャーニーを経て今ここにいるのかっていうのをちょっと聞きたいなって思ってて。ありがとうございます。もともと楽器とかなんかやってたんですか？ちっちゃい頃から。楽器は僕ピアノを小さい時やっていて、クラシックピアノを、小学校1年から、でも言って3、4年ぐらいとか、短かったんですけど、その時、楽器をちょっとピアノ触ってたっていう感じですかね。なんかその時ってピアノやりながらなんかこう好きだなこれみたいな、その自分で音楽を奏でるとか、音に触れるとか、そういうことに対するなんかこうパッションみたいなものは全然なくて、その時は、結構無理やりやらされてるような感じというか、その感じが強かったんで、そこまでその時は演奏する方に没頭はしなかったですね。なんか初めての能動的な音楽体験って何だったんですか？それこそやっぱりビートボックスが最初で、最初始めたきっかけが中学3年生の時に、なんかうちの中学結構ヒップホップが流行ってて、でその中で自分なんかそのホームメイド家族を聴いていて、でホームメイド家族の「ファミリア」っていうアルバムの中にネバーイナフっていう曲があるんで、それが K ムーンっていうビートボクサーとフューチャリングしてて、K ムーン、今っていうグラディスナイスっていう名前でプロデュースやってる方なんですけども、その曲が最初ビートボックス冒頭で、ビートボックスから始まるんですけど、それをなんかふざけて最初やってたのが始まりで。そうだったんですね。それでグラディス・ナイスさんにお会いして話したことってまだお会いしたことなくて。そうなんですね。ぜひちょっとその動画を撮ってほしいですわ。確かに。グラディスさんってか多分このこと知ってる人多分ほとんどいないと思います。でもそうかもしれないですね。グラディスさんってか今あんまりビートボックスをやってるような感じじゃないです。ビートメーカーのねイメージですよね。DJ とかね。最近杉さんとか嬉野さんと曲出したりとかされてる方、バリバリ全然活躍されてるけど、そう実は昔ケイムーンっていう名前でやられてて、でそれが僕のルーツ、一番最初のルーツなんですよ、ビートボックスの。その時さ、どうやってなんかこうやっぱスキルが大事じゃないですか、ビートボックスって。どういうふうに真似ていった、学んでいったんですか？で一番最初は本当音から音真似、その音を聞いてこう出してるのかなみたいな、その後 YouTube で見るようになりました。YouTube で検索してそうかも、その時代は YouTube が結構多分 YouTube はビートボックスの発展にもすっごい寄与してて、やっぱり動画でどう口が動いてるのかとか分かるから、でもう自分が中学3年生の時はもう YouTube が全然普通にあったんで、検索してめっちゃいろんな人のビートボックスをこう見て、
学んでました。そうだったんですね。そのなんかその最初の初期衝動みたいなものがあって、なんか何の虜になったのか、そのヒューマンビートボックスのどういうところが一番面白いってその時思ってたんですか？なんか自分の中でもこう一番最初はすげえみたいな、これ口でやってんのみたいな、それできたらなんかもうかっこいいよねみたいな、ちょっとなんていうんですか、凄技的な感じで見てて、初めて1年ぐらい経った時にリープスワンっていうイギリスのビートボクサーがいるんですけど、その人のなんかインタビュー動画があって、そこでフリースタイルやってるんですけど、それ見た時にうわこれってなんかもう表現だってなって、でなんかちょっとマインドが変わったですね。なんかこう大道芸チックなことをすることから表現をするっていう方にマインドが変わって、でそこからよりのめり込むようになって、ビートボックスがちょっと多分転換期にあった時代で、こうラップする時に楽器がないから、で機材も買えないから代わりに口でやったのが始まり、ビートボックスの始まりだっていうふうに言い伝えられて、でその1980年代頃、誰がオリジネーターか分かんないけど、音源で残ってるのはファットボーイズとか、ビズマーキーとか、ダギーフレッシュとか、そのレジェンドたちの音源があって、で多分ファットボーイズの音源が一番多分古いと思うんですね。1984年のなんかピザのなんかアルバムがあるんですけど、結構定番の。リズムマシンとかドラムマシンの模倣としてやってたみたいです。でそのちょっと後ぐらいの時代に90年代とかかな、からそのラゼルとかスクラッチとかザ・ルーツのメンバーのが出てきて、でなんかそこで明確になんていうんですかね、ラゼルとかこうターンテーブルを持ち込むっていうか、そうですね。なんか私もラゼルとかのイメージがちょっと強いかも、その年代多分世代的に。その時代があって、だから結構ラゼルは僕はあの時も革命を一つ一回起こしたと思ってて、当時はそのドラムマシンみたいなの模倣としてあったのが、そこにこうターンテーブルが来て、あとはサンプラーが来るみたいな、明らかにちょっと拡張されたというか、そうだから明らかになんか動きとかも違うんですよ。こうやってる時のこのなんていうんですか、ラゼルとかも明らかにこうターンテーブルが見えてるというか、その前の時代の人たちって別にないけど、ただこうやってやってるだけなんだけど、こういうイメージがある。ラゼルとかになってくるとこうターンテーブルやりだして自分もなんかロボットダンスしだしたりとか、なんかそういう明らかに変わったなと思ってて、でなんかそれ以降って大体ビートボックスのスタイルってこう短いサンプルをつなげていくみたいな感じで、2枚使い的な感じで、そういうスタイルだったんですよね。でそこから2000年代入って、そこで2009年あたりにそのリープスワンっていう人が出てきて、そこでベースミュージックを持ち込んだんですよね、リープスワンって。だからダブステップとかドラムンベースとか、そっち系の音楽が入ってきて、そこからそれまではヒップホップがこう中心にあったんですけど、スタイルのそこでなんかもうベースミュージックにガッて変わっちゃって、だから今のビートボックスってだいぶこうラゼルみたいなああいうスタイルがもうほとんど残ってなくて、だいぶ変わってるんですよね。プラスなんか録音機材とかその機材の進化みたいなのもすごい関係してるのかなってなんとなく思うんですけど、なんか多重録音とかみんなすごいしてるイメージ。そっからもっと後の時代になってくると、そういう多重録音するループステーションが出てきたりとか、これまではサンプル、短いサンプルをこうつなげていくっていう感じだったのが、もうちょいこのサンプルの長さが長くなるっていうか、ベースミュージックとかってこう展開があるから、そういう展開がつくようになってきて、ビートボックスの方にもサンプルをつなげていくというよりかは、だから最初はこうドラムマシンから入ったけど、それがだんだんこう長い時を経て音源そのものになっていくっていう風な、表現性が増したみたいな感じですかね。再現から表現にこう変わっていった時代、こう流れがあるんですけど、だからちょうどその自分が始めた頃って、そのリープスワンとかその再現から表現にこう
変わり始めるちょうど転換ぐらいのタイミングだったんですよ。でそこでそのなんかこう表現としてのビートボックスのバッと浴びて、それでこうはまり込んだみたいな。へえ、そのはまり込んだ情熱がそのまま例えばじゃあバトルに出てみようとか、大きい大会に出てみようとか、そっちの方にこう歩んでいったっていうか、もうそこしかなかったんですよね、最初は。もうビートボックスのシーンってもうバトルのシーンイコールバトルのシーンみたいな、ビートボックスのシーンイコールバトルのシーンみたいになってたんで、やっぱり一番最初ステージに立つってなるともうバトルのステージに立つみたいな。ビートボックスもそうだし、ターンテーブリズムとかもそうだと思うし、まあ昨今だと本当ラップバトルに日本における MC バトルでもそうなんですけど、その表現性とか芸術性と同じぐらいやっぱそのバトル性っていうか、バトルイズムみたいなものが大きいじゃないですか。それがなかなか面白いなって思いながら見てるんですけど、そのバトルでの強さとかそこでのこうスキルの高め方を突き詰めていくと同時に、バタコさんみたいにある程度突き詰めたらより表現の方を僕はやっていこうっていう、皆さん結構そういうふうに方向転換されるっていうことは珍しくないんですかね。方向転換っていう言い方も正しいかちょっとわからないんですけど。でもおっしゃる通り結構それが最近増えてますね。そのちょっとずつそういう残すもの、このライブじゃなくてライブで見せるとかじゃなくて、音源として残るものを作ろうっていう風なこうマインドにみんなっていうか、そういうマインドを持つ人が増えてって、だから自分もそのうちの一人で。そうか。だってもう名だたる大会に出てこられて、こうタイトルをこう得てきたわけじゃないですか。なんかあるタイミングである種の限界っていうか、そうしたものを感じた時っていうのはありましたか？そうなんですよね。なんかやっぱりバトルで勝ってもその先がないような感じがしてて、あとはなんか自分もちょっと飽きてきてたんですよね。バトルの中だとこうしたら勝てるみたいなのが大体こう見えてて、だからそこのバトルのシーンでこう育て上げられる表現って、結構多分表現として狭いですよね。快楽のパターンがすごい少ないと思ってて、やっぱり音楽っていろんな楽しみ方があって、この幅をもっと広げる作業をしたいっていうふうに思うようになったっていう感じですかね。なんか今回の EP アウラを聴かせてもらってですね、すごいやっぱりなんかそのおっしゃる通り、ヒューマンビートボックスの方の作品でこんなにいろんなエッセンスがシームレスにつながっているものを初めて聞いたかもってちょっと思いました。私もそんなにたくさんもちろんそうした作品を聞いてきたわけではないんですけど、打ち込みの感じであったり、そのヒューマンの部分、ヒューマンビートボックスのヒューマンの部分と打ち込みの部分と、あとメロディーとラップとみたいな、その今回の EP に至るまでちょっと活動をお休みしていた期間もあったかと思うんですけど、なんか準備期間っていうか、生み出すまでの、言うたらちょっと苦しみの部分とか、なんかそこはどうだったのかなってちょっと。そうですね。なんかやっぱりビートボックスをもう一回捉え直す必要があるなって思ったんですよね。しかもそれをビートボックスの中の視点じゃなくて外側の視点から捉え直す必要があるなって思ってて、さっきちらっと説明したこうラゼル、ビズマーキーがいて、ラゼルがいてみたいな、サントリープソンがいてみたいな、その流れって、ある意味ビートボックスの中の視点だから、というよりかはもうちょっと音楽の全体のこの流れの中でビートボックスでどういう位置づけに置けるのかみたいなのをちょっと考え直して、いろんなところで言ってるんですけど、ビートボックスその歌唱として捉えるみたいな、歌とかラップとか、その延長線上として非言語の歌唱法として、だから言葉使わないラップみたいな、そういうものとしてこうやる、それを思いついてそれを形にするまでの作業が結構大変で、いろいろ作って、なんていうかね、ラッパーみたいな感じで自分がトラックの上にビートボックスをフローする、そういうスタイルなんですけど、じゃあその時のビートはどういうのがいいのかとか、
そういうのをこういろいろ探る作業、今回の EP の曲は、てかその作曲のプロセスも気になったんですよ。おっしゃる通り、ビートがあってそれにビートボックスが乗る、歌うラップもする、他のラッパーともそして他のビートボクサーともっていう、何から作り始めるのかで、そのプロセスっていうのは曲によって全然違うのかどうなのか、バタコさんは一体何から始めるんだろうって、結構興味が湧きました。やっぱりグルーブ、ビートとグルーブからですね、最初発想をやっぱりするのは、ビートからの時、その礎となるベースになるビートっていうのは、ご自身が作るビートで打ち込むこともあるんですか？打ち込みますね。あ、そうなんだ。打ち込んで、打ち込みながら、なんかこういうふうに乗せれそうっていうふうなのをなんとなく頭の中でこう思い浮かべながら打ち込みのビートを打って、そのさんごめん、なんかめっちゃ細かく聞いちゃうんですけど、ここの音は打ち込みの音にして、ここに乗せるこの音は自分のヒューマンビートボックスにしようっていうのは、なんかどうその差っていうのはどうやって生まれるんですか？僕の感覚としては、グルーブはビートに、打ち込みに任せるんですよ。で、そうなんだ。自分グルーブは任せてフローをするっていう、ビートボックスでフローするっていう感覚で、そこでこう役割分担をしてるっていう感じで、それ結構直感的に。そうですね。こうビートボックスの多分こう一番の特徴って多分そこだと思ってて、テクスチャーのフローみたいな、そこがなんかこう一番こう美しいで、他の楽器には出せないところだなと思っていて、それが一番出るようなスタイルだなと思ってるんですよね、自分の曲って。なんかよく勘違いされるんですけど、このビートボックスに違う要素にプラスアルファで足してるじゃなくて、ビートボックスの純粋性みたいな、その他の音楽とか楽器にはないビートボックスだけが持ってる一番強みは何かっていうのを追求した結果での形なんですよね。あれってそれが一番際立つようにその曲を作ってるっていうのが自分がやってることで。なんかこう聞いてて、そのビートボックスを長くやってきたバタコさんが、その自分のご自身の楽曲に自分の言葉、その言語を足すというか、言語のエッセンスを加えるっていうのがすごくなんかいいなっていうか、アーティスティックだなって思ったんです。そこでもめっちゃ難しくて、どういう内容で、だからビートボックスは内容がないから、まあね、言葉としての内容はない。で、そこにどうやってシームレスに意味ないをみたいなつなげていくかっていうのは結構意外と難しくて、でかつ英語なのか日本語なのか他の言語なのかっていう問題もありますよね。3つ言語入ってるんですよね、自分の曲って。日本語と英語とビートボックスっていうイーストトゥウエストっていう曲があるんですけど、あれは例えば最初の1番はこれはDrop Like It's Hot のそうだなってちょっと思いながら。でその次For Crying Out Loud Master This World So Hit Me Up って言ってるんですけど、あれはウータンクランのProtect Your Neck のゴーストフェイスキラーのラインから取ってちょっといじってるっていうやつで。Drop It Like It's Hot は西で、そうで次はだからウータンクランのイーストでウエストで移動してて、で次の2番は Dumbfounded とか Dumbfounded Safe っていう曲があるんですけど、それの冒頭からライン取ってるんですよ。で彼はLA だからまた西、そうか戻ってで次のラインがその毎日俺ら国際忍者それはそうやっていう、あれは宮地。そうなんだ。やば。じゃあまた宮地君ニューヨークだからそうっていう風にサンプリング元でこう遊ぶっていうことをやってて、だから気づかなかった。そうあんまり誰も気づかないかもしれないけど、いじってもいるし、だからそういうこう内容自体というよりかはそれをこうもうちょっと
どう扱うかっていうところで遊ぶみたいな、アイデアそのものでっていう感じですかね。なんかそういう方向って今ちょっとトライしてるっていうか、僕ビートボックス面白いなと思ってるのは、そこまでローカリズムが強くないっていうか、こうフットみたいな、わかる気がする。そんなにないんですよ。ヒップホップはめっちゃあるじゃないですか。で、そのご当地のスタイルがあるけど、ビートボックスでそんなになんかご当地のスタイルってなくて、多分インターネットが自分たちの足場になってるから、なんかこうそこがそこまでなく、縄張り意識とかもないから、だからこう交流しやすいし、あとは単純にビートボックスっていう共通の言語を使う、それで会話できちゃうみたいな。そうかもね。なんかそのやっぱ言語があってないみたいな、あるようでないようであるみたいな、そこがすごく面白いところだなって改めてアウラを聞いて感じましたね。コラップスっていうビートボックスがそのリミックス入ってるんですけど、コラップスとか最初出会った時いきなりフリースタイルをこうかましてきて、そうなんだ。なんかスイスのホテルかな、ホステルでこうロビーのところでいきなりフリースタイルし始めて、それもちろんだからあなたをバタコさんだと認識して仕掛けてきたってことですよね。まあその時翔吾もいたんです。あ、そうなんだ。でそれでそこで最初に彼と出会って、そのビートボックス来てやべえみたいなんで、そこでフィールしたみたいな、そういう出会いの仕方をしてて、そういうことが起こるっていうのがビートボックスの面白い。そうかもですね。なんかそこがある意味フラットなのがいいなって思いました。そうですね。なんかその今後も見据えた時に、その他のラッパーの方、他の言語、他の人の言葉を乗せる自分のビートにっていうのは、バタコさん的にはどのように考えてらっしゃいますか？めっちゃしたいんですよ。どんどんしていきたくて、自分の曲の中とかに他者とか他者の言葉を入れるみたいなのってすごい大事だなっていうか、それが入ることによってより自分もこう自分っていうのが分かるみたいな、そう思ってて、そういう意味でなんかこうどんどんフューチャリングはしていきたいなと思ってます。なんかビートボックスってこれからどうなるかとか、どうなってほしいかとか、そういうことを考えることありますか？そうですね。なんかビートボックスシーンっていうか、今やっぱりすごく狭く、さっきも言ったようにこう、表現の幅がまだ狭いなと思ってるんですけど、それがすごい広がったらいいなと思っていて、で今こう音楽のこうコンテクストの中に入ってるような感じがしないというか、なんかこれは言葉を選ぶかもなんですけど、その日本におけるヒューマンビートボックスのファンの方たちって、やっぱその競技性の方により熱狂してる感じなのかな、やっぱり。そうですね。競技性に一番多分熱狂していて、そうじゃない人もいるけど、その人たちもなんかこう欲してるのってこう結構アドレナリン系というか、大体需要がそこにばっかりになっちゃってる。分かりやすいっちゃ分かりやすいですもんね。なんかね、盛り上がる時にこうドカーンみたいな。私すごい技してる、すげえみたいな。それはそれでいいんですけど、もうちょっと幅をこう持たして、既存の音楽のようにいろんな表現がこうあるようなシーンになっていったらいいなとは思ってます。そうですよね。なんかでもこのアウラではちょっとその解体できたなっていう手応えはありますか？一つ形になったんで、あとはそれをどう周りが受け止めてくれるか次第だと思うんですけど、ポテンシャルはすごいあるなとは思ってます、あれは。一方で、なんか実はなんかそのファットボーイズの一番最初の作品っていうか、そのアルバム、フ
ファットボイスってアルバムの曲聴いてると、実は結構このスタイルに近くて、ああそっかそっか、原点に戻るとそうなんですよ、音源があって、ラップが入ってて、で途中でビートボックスのパートが入るみたいな、ビートボックスちゃんとこう一つのパートとして見せてて、そうかもですね、ブレイクの時にとかね、なんかしっかりビートボックスをそこでやってる、トラックの上でやってるみたいなことをやって、だから実は多分自分がやってることめちゃめちゃクラシックなんですよ、本当は。多分でもそれをが分かる人は今ほとんどいない状態だと思うんですけど。そっかそっか。今後そのまたいろいろと海外のヒューマンビートボックスの大会に出るとかはご予定もあるんですか？今のところはないですね。ただなんか引退したっていう感じでもないんで、もしかしたら10年後20年後とかに出てるかもしれないですけど、やっぱりバトルってめちゃめちゃ時間準備もこうかけちゃうし、そこにすごい労力割かれるんで、時間も、だからやっぱりまだそんな余裕は、そこに力入れてる余裕はなくて、やっぱり今は曲作りとか、そっちの方に集中していきたいですね。そうなんだ。逆にこうした方がいいんじゃないかってありますか？でもなんか生楽器とのセッションとかはなんか普通にパフォーマンス見てみたいなって思いました。なるほどですね。なんか改めてミュージックビデオとか見て、やっぱヒューマンビートボックスってヒューマンだよなって思ったんですよ。なんかでもなんかバタコさんの作品聞いてると、そこがうまいことなんか人間味を感じるっていうのかな。ありがたいですね。そうですね。なんでやっぱ人だなって思ったんですよね。だからこそなんかその他のアーティストと一緒にあとラッパーでもミュージシャンでもなんですけど、なんかそこがこう人対人でぶつかり合うというか、ステージ上でもブースの中でもなんかそういう風景を見たいなって、なんか一ファンとして思いました。アウラっていうタイトルは結構そこの意識ですね。なんかこう人がやるから、そこに人のアウラが宿るみたいな。そうみんなネットとか SNS の方にこう行き過ぎてるというか、そうですね、間違いない。自分の体から離れてスクリーンの中にこう入り込んじゃうみたいなのが多すぎるなと思ったんで、やっぱこう自分の体にもう一回立ち返るみたいな方がいいんじゃないみたいな、そういうことを考えてて、そういう意味でもアウラっていうふうにつけてるっていう感じですね。なんか例えば海外のプロデューサーだと、J ディラとか、DJ プレミアとかピトロックとか、いろんなサンプリングしてビート作る有名なプロデューサーいるじゃないですか。で J ディラとかもそうだし、日本だとこの方も亡くなってるけどデブラージェさんとか、ここのビートのここのブレイクが絶対何のサンプリングなのか絶対わからないみたいなのがちょいちょいあるっすけど、ビートボクサーの間でもこいつのこの技のここだけどうやってるのか分かんないんだよなっていうのがあります。あります。そうなんですね。全然ありますね。今でも比較的なんかこう、チュートリアルが割と出てきてて、そう分かんないってなってもなんか検索したら誰かがチュートリアルを上げてるみたいな、それは面白いですよね。なんかそこをこう読み解く面白さみたいなもの、ヒップホップもそういう読み解く面白さがあってこそだけど、ヒューマンビートボックスもやっぱそういうのがあるんですね。そうですね。だからヒップホップのそのなんかあるじゃないですか、そのサンプルブレイクダウンみたいな、あるある。あれの方がすごいなと思っちゃいますけど、なんかあれよく元ネタ、そうですよね。そうよく見つけるなって思いますよね、本当に。あれ本当どうやってやってるのかなっていう。分かんない。私もよくそういうの見て、これがこうなるのかみたいな。なんかこうただ一箇所バンで取るじゃなくて、こう取ってこう取ってみたいな、並べ替えるみたいな、すごいですよね。そこまで解析できちゃうっていう、あれ面白いなと思うんですけど。本当ですね。そっか。なんかでもそういうのでも上げてくれる人がいるっていうのも面白いですよね。そうですよね。なんかそこまでも含めてこうみんなで楽しむというか、集合地っていうか、なんかそういうオンライン上でもオフライン上でもそういうコミュニティができるっていうのがすごく面白いなって思うんですね。誰か客演に
入れるっていうのはやっぱそういう、はい、こう自分でこう面を作りたい、コミュニティの、はい、いろんな人を巻き込んで、そういうこう意識みたいなのはありますね。そうか。じゃあもしかしたら次の作品にはより多くのアーティストが参加してるかもですよね。そうなれたら、そうなったらいいなと思ってますね。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。